んにちは、りさです。今日ね、セイコーマートで買い物してたら面白いものを見つけたんですけど、じゃん、エギングで豆イカ続々ヒット。私エギングやったことないんですけど、続々ヒットしてんなら私でも釣れるかなと思ったんで、ちょっと今から釣り具屋さん行ってタックル一式全部買ってから海行ってイカ狙いで釣りをしてみようと思います。で、イカが釣れたら枝豆号の中で釣りたてほやほやのイカちゃんとお酒で晩酌をしようと思います。よし、じゃあそんな感じで行ってきます。エギング初挑戦。よいしょ。夜からイカ釣りをしようと思ってるんですけど、夜でも今日すごい暖かくて21度とかで、風がね風速1メートルとかで全然風もないので、とっても釣りしやすいお天気だと思います。いつも爆風大雨の中で釣りしてるから、今日のね釣りはめちゃくちゃ楽しみ。頑張って釣ります。豆イカ釣りのタックルを買いに釣り具屋さんに来ました。ロッドとかリールとか全部一式購入します。今釣り場に到着しました。コンビニに売ってる釣り新聞を買って、そこに書いてたポイントに来てみました。私エギングをね初めてやるので、タックル一式さっき買ってきたんですけど、ロッドはこんな感じ。アジング用の 6.6 フィートとかの細くて短い竿に1000番のちっちゃいリールをつけてます。で PE の 0.4 とかのラインの先にリーダーとエギをつけてます。マジで初めてやるからさ、動かし方、誘い方とかちょっとわかんないんですけど、ご飯ゲットできるように頑張って釣ります。ライジャケもつけて準備はバッチリです。じゃあやっていきます。なんかイカの当たりはめちゃくちゃ繊細っていう風に聞いたので、それが分かるのかどうかっていうところですね。で今日は風がないので、ゆっくり沈むエギをつけてみてます。反応良くなかったらもうちょい沈むやつもあるので、それをつけてみようかなと。来たかも。来たかも。来たかも。乗ったかも。なんか重いぞ。重い。まさか？頼むよ。バレるなよ。ゆっくり。何これ。
これ何海藻でした。くそ。釣り新聞に書かれてるポイント2カ所目にやってきました。ここはね、さっきの場所よりもなんかね、両サイドに釣り人の方が結構いらっしゃるイメージです。ここで釣れるといいな。まだね、全然コツがつかめてない。手探りだけどやっていきます。このポイントにね来る前にちょっと YouTube を見て勉強してみたんだけど、なんかねロッドは立てないでこう水面に向かって寝かせるような感じで、あとガチガチにこう持たないでワイングラスを持つように軽く持つっていう風に言ってる方がいたので、ちょっとその2点を気をつけてやってみます。頼むよ、1匹でいいんだよ。イカ食べたいよ。やばい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 。イカ釣れた。すごーい。2カ所目のポイント移動してあまりにも釣れなくって、ちょっと車で寝てて、ちょっと寝ぼけたまんま1カ所目のポイントでやってたら釣れました。イカちゃんやったー。寝ぼけすぎて GoPro もつけずにね釣ってしまった。めっちゃ嬉しい。結構いいサイズじゃない？よいしょ。おー、すごいすごい、吸盤でくっついてくる。おーおー、やりました。いやー、びっくりした。あまりにも突然すぎてちょっとね、さっきの釣れた状況なんだけど、今このライトで照らしてる明るいところと暗いところのちょっと境目みたいなところにほんのちょっとだけキャストして、で着底させるとして、なんとなくそこまでついたなと思ったらしゃくってちょっと糸ふけ取ってまた、落ち着かせて、でまたしゃくって糸ふけ取って落としてみたいなのを繰り返してて、で当たりっていうのは本当に分かんなくて、こうしゃくった時になんか重いなと思ってずっと重みが乗った状態だったんで、ゆっくり上げたら、イカが
ついてたっていう感じでした。ハマるね。これめっちゃ面白いわ。まだね、当たりとかわかんないんだけど、めっちゃラッキーで一匹釣れました。乗ったぞ。イカだ、イカだ。これイカだわ。動いてる。やった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 。よっしゃ。うわー、みずみず。やったー。イカ釣れました。やったー。見て見て。墨吐かれた。イカって本当に墨吐くんですね。いい、めっちゃついてんじゃん。やば。でも嬉しい。初体験。帰ろうと思ったら最後にもう一匹釣れました。生きたままお気づけにします。よいしょ。初めてのエギング、超カワ4杯でした。イエーイ。初挑戦にしてはなかなか上出来だったんじゃないかな。でさ、楽しくってね、夜通しやってたらもう朝になっちゃったんで、一回車に戻って寝ようと思います。めちゃくちゃ眠たい。で、今日釣れたイカは、夜晩酌で食べようと思います。じゃあ一回車に戻ります。じゃーん。これが私が釣った豆イカちゃんたちです。こっちの中にね、3匹入ってて、これお気づけです。で、こっちはそのまんま冷蔵してました。なんでこれは焼きイカ、イカ焼きにして食べようと思ってて、こっちは生でお気づけ食べようかなって感じです。私イカさばくの初めてなんですけど、ちょっとやってみます。車内でさ、手が洗えないから手袋するからちょっと見づらいかも。まず胴体と足を切り離す。こんな感じ？おおおおおおあ、内臓っぽいのもスルッと出てきました。軟骨みたいなのが入ってるから、それも抜いてみます。お、いけたいけた。シャキーン抜けました。よいしょ。くちばし硬いので外しました。胴体の部分を、3等分かなしていきます。
よし。これでイカ焼きの下ごしらえ完了です。じゃあ次は、お気づけ。よいしょ。シャキーン。しみしみな色してるわ。よいしょ。君に決めた。本日のお酒はこちら、日本酒の一円融合純米大吟醸。これね、1年くらい前だったかなに、キャンプ場で取材受けてたんですけど、その時に会いに来てくださった視聴者の方がプレゼントしてくれた日本酒です。大事に取ってたんだけどね、せっかく新鮮で美味しいイカちゃんが釣れたので、ちょっと今日飲もうかなと思って持ってきました。おっと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 。よいしょ。ではでは、豆イカに乾杯。おー、うん、めっちゃ香りがいい。美味しい。うん、なんかね、すっきりしてるけどふわっとまろやかな感じです。かなり美味しい。うん、こりゃイカに合うわ。じゃあ焼きの方からいきます。お祭りみたい。マヨをつけて。豆イカ初めて食べるかもしれない。いただきます。
うまい。おいしい。めっちゃ柔らかくてプリプリ。こんなに柔らかいイカは初めて食べた。うまっ。大人だね。大人の晩酌って感じ。じゃあ次は沖漬け。おー、コリコリ、うまっ。鮮度がいいからめっちゃコリコリしてる。あとね、生きたままそのまま沖漬けのタレにつけたからめっちゃタレをね吸ってて超美味しい。最高の組み合わせだわこれ。沖漬けやばいわ。和食居酒屋とかで出せる美味しさ。うまっ。私の YouTube 見てくださってる人は多分釣りする人も多いんじゃないかなって思うんですけど、アニサキス食べちゃったことある人いますか？なんかめちゃくちゃお腹痛くなるって聞くんですけど、私なったことなくって、どんな激痛なのか経験したことがある人はよかったらコメントで教えてください。おいしい。皆さんアニサキには気をつけましょう。ごちそうさまでした。いやエギングね初めてやったんですけど、釣り自体もめちゃくちゃ楽しくてちょっとハマっちゃいました。また行きたいなって思います。とってもなんか繊細でねすごい面白かったです。で味もめちゃくちゃ美味しいし、これはねハマるね豆イカ。とっても楽しかったです。よし、じゃあ美味しい日本酒飲んでちょっと酔っ払ったのでもう寝ます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。したっけねー。